どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ今日はですね、無事にテックスタイルチャンネルの LINE サポートもですね、復活しまして、かれこれ2週間ちょっと、3週間弱ぐらい、僕もね、アカウントにログインができなくなってしまってですね、皆様にご迷惑をおかけしたんですけれども、今はね、しっかりとログインができて、LINE サポートもしっかりと運営しております。で、その間ね、僕が対応できなかった時っていうのは、一応メッセージの方はね、遅れてたみたいなんですよね。なので僕がログインしてメッセージ見ると結構メッセージが来ておりまして、その間のね、リアルタイムな不具合相談が、たまたまなのか、その時期に流行った不具合だったのかはわかりませんが、同じような、相談メッセージが来ておりましたので、今回この動画でその問題について、対処方法等をね、お伝えできればなと思います。その問題というのは iOS17.6 または iOS17.6.1 アップデートした後にですね、iPhone が異常なほど動作が重たくなるっていう相談と、あとは動作が重たくなるっていうのは同じなんですけれども、X や Instagram ですね、このアプリを立ち上げると動作が重たくなるっていうね、質問というか不具合相談メッセージがたまたま同じような件数来ておりましたので、今回この動画で解説できればなと思っておりますので、今現在ね、iPhone の動作がちょっと重たいなと思われている方は、ぜひ最後までご覧ください。では、スタート。では、今回のですね、この iPhone の動作が重たくなる、原因とかね、対処方法について、僕なりに解説ができればなと思うんですけれども、直接僕のところにLINE 相談として来てたものとしては、X のアプリを立ち上げているとき、インスタもかな、アプリを立ち上げているときに、いわゆるスクロールとか多分しているんでしょうね。その動作が非常にカクついたり、動作が重たいっていう相談が、非常に多くありました。ずっと僕見れてなかったんですけれども、それがやっぱり一番多かったのかな。あとは、アップデートした後に iPhone 端末がやっぱ動作が重たくなったっていう相談が、その次に多くあって、全体的に言うと iPhone の動作が重たいっていう、これはたまたまなんでしょうね、おそらくね。そういう相談がちょっと僕が見れていない間にぐっと寄せられてきてたっていうのがあります。で、これはどっちからお話しすればいいのかっていうのもあるんですけれども、全体的に iPhone の動作が重たくなる原因っていうのは、もう細かいことを言い出すと本当キリがないんですよね。なので要点だけ言うと、皆さんが使っている iPhone のモデルは古いですか新しいですかっていうところから入っちゃうんですよね。あまりにも古い端末を使っているようであれば、もうそれは買い替えのタイミングだろうと思います。なので iPhone どのモデル使ってますかっていうのと、その iPhone の容量十分足りてますかとかですね、そういったところも見ていかなくてはいけません。ただ、ここだけをね、見ていても、例えば、まだ比較的新しい iPhone 12、13とかね、この辺の端末14、15使ってても、容量もあるのに、ね、カクつくとかなってくると、まずはアイコンの問題ではないなっていうふうに、いわゆる除外、切り分けができますよね。だったら、次はアイコンストレージの中、ね、パンパンになってないかとかですね、いや、全然十分空きがあるよってなると、容量の問題でもないな。で、いよいよ iOS、ね、アップデート自体に何かしら問題があったのではないかっていうふうに疑っていきます。で、例えば一番最初に言ったように、何か特定のアプリだけ開いているときに重たくなるっていうのであれば、まずはそのアプリの削除、そして再インストールをやっていただいて、改善するかしないかとかですね。そういうふうにどんどん問題を切り分けて、ちっちゃくしていって突き止めていって、どこが問題かさっぱりわからないってなっちゃうと、最終的には iPhone の初期化っていうふうになります。これは一般的な話です。ただ、相談が一番多かったのは、X のアプリ立ち上げているときに、問題というか、動作が重たい、カクつくっていうのが一番多かったんですけれども、これも一応 X のアプリ削除、再インストールで改善しましたっていう方もいれば、もう一つ、iPhone の設定からですね、この Siri と検索を選択していただいて、このアプリから学習がもしオンになっているのであれば、そこをオフにしてください。そこが、裏でね、ずっと動いてしまって、問題がね、発生している可能性もありますので、一応僕のところに、報告が来ているものとしては、このアプリから学習っていうところがオンになっている方は、一旦オフにしていただいて、ね、できれば一旦アプリね、
タスクからね、ちょっと強制終了していただいて、一から立ち上げていただいて、再起動みたいな形でね、やっていただいて、問題が改善したっていう方が、非常に多く僕のところには寄せられてきておりますので、もし特定のアプリ、今 X のアプリで言いましたけれども、その X のアプリの設定、iPhone の設定ですね。iPhone の設定から、Siri の検索からこのアプリの学習をオフにしてみてください。なので、特定のアプリが原因で iPhone の動作が重たくなっているのか、そういったこと関係なしに iPhone 全体で重たくなっているのかって、原因を突き止めていく、ちょっとね、スタート地点が違うので、この辺はね、今現状皆さんが起こっているのを再確認していただいて、そういえば普通の操作しているときは問題ないけれども、X のアプリ開いたときだけだなって思った方は、今言ったことをやってください。ただ、どの操作をやっても、やっぱり動作が重たいってなってくると、ちょっとね、原因を突き止めていかなければいけないので、iPhone のモデルの確認、ね、古いモデルだったらちょっとしんどいかなっていうのもあります。で、iPhone の容量ですね。容量に空きがあるかないかとかですね。あとはね、これも稀だと思うんですけれども、一回ね、僕でも目視で確認できたことがあるのは、昔のね、動画でもあるんですが、iPhone でアダルトサイトを見ているときにまんまと騙されてしまって、セキュリティアプリみたいなものをね、入れた方がいるんですよね。セキュリティ感染しましたみたいな広告みたいなのが出てね、それに騙されてしまって、知らない間にセキュリティアプリを入れていてて、VPN 接続までされてしまって、それが常に動いていてて、iPhone の動作が異様なほど重たくなっている。その方はね、結構昔なんですけれども、このアプリ身に覚えがありますかっていう形で確認をして、ないっていうことで、削除したらサクサク動くようになったっていうのはね、昔あったんですけれども、そういう iPhone で、iPad でもそうですけれども、アダルトサイトを見ていて、何かウイルス警告が出てしまって、そこから何かしらアプリを入れてしまったとかですね、何かしら操作をしてしまったとかですね、もしそういうことに身に覚えのある方は、一旦何か自分が知らないアプリが入っているかどうかを確認していただければなと思います。もしそういったこともなくて、通常通りでどこに容量も問題ない、モデルでも何でもない。じゃあいよいよ iOS の問題かな。それともバッテリーの問題かなとかですね。あとはね、何かしらバックグラウンドで動いているものがあるのかないのかとかですね。その辺を細かくちょっとね、原因を消していく作業が必要になってくるので、ご自身で何をやってもダメだなって思われた方は、僕のね、X の DM 相談や LINE サポートをね、ちょっと活用していただければなと思います。その際には自分でここからここまでやりましたということを最初に言っていただけると、それ以外の方法を僕がもしね、持っていればそれを提示できますので、先に伝えていただいた方が、よりね、スムーズに進むのかなと思います。なので今回のこの iPhone の動作が重たくなるっていうのは、ちょっとね、全体的に何をやっても重たいのか、何かしらアプリを開いた時に重たいのかによって、ちょっとね、対処方法が異なってきますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。では、今回の動画ではですね、iPhone の動作が重たくなる問題、特に X のアプリ、Instagram 等のね、アプリを起動すると、動作がもっさり重たくなる問題についての対処方法をお伝えさせていただきました。何をやってもね、ダメだった場合、あまり改善しないなって思った時にはですね、全然遠慮なくですね、先ほども言ったように、X の DM 相談で LINE サポートの方も復活しておりますので、この2つの窓口、どちらでも構いません。個別相談をね、検討してみてください。では本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまた。